なんで映画の中で暴力を描くのかといえば、やっぱり戦後の一つの体験というやつをかなり密接につながっている部分がありそうな気がする。なんかこの焼け跡派と闇市派焼け跡派というような言葉がよくあるんだけれど、そういう人たちの共通した心情というのは、なんか出来上がっていく世の中への一つの拒否みたいなことが一つのテーマになっているような気がする。それで、なんかどんどん街がきれいになっていくわけだけれど、そのきれいになっていく街と自分と何ら関わりが見出せない。むしろこの出来上がっていくことを拒否しながら、昔の闇市、体験を切実にこの危機をするようなことになってくると。それで、なんかこの非常に荒々しい情念を持ち続けようというようなことが言えるような気がするんだけど、僕の中での暴力表現もやはりなんかそういうこの闇市気球の荒々しさ、荒々しい感情みたいなものとかなり密接につながっているような気がするわけです。それで文ちゃん、菅原文太という俳優との関わりだけれど、これもなんかこの同じような世代の人間として、同じようなやっぱり荒々しい、パッションの気球があるんじゃないかと思う。だからこのヤクザならヤクザというものに扮してもプラスアルファが必ず文ちゃんのイメージの中にはつきまとってくるんで、それがなんかこの闇市派の闇市派と、僕は自分自身を規定するわけだけれど、そういうこの人間の暴力表現、暴力と切り離して物事を考えられない、そういうこの表現をとっている僕なんかには非常にこの得難い素材になるし、言ってみれば一人の同志というような感じを僕は持ってるわけですよね。僕の映画でも暴力が出てくることがもちろんあるんですけども、それを僕の映画を上映した後、実はある女性に、僕知らない女性ですけどもにひどく僕は言われたことがあるんですね。なんでこんな映画を撮るんだ、自分には子供がいるが子供にこんな映画を見せられない、子供の教育というのはあなたはどう考えているんだと僕は言われて反論できなかったという経験があるんですね。それで深作さんにそう言われて反論できなかったんですけど、深作さんだったらどう反論しますかと聞いたことがあります。と深作さんは、いや、いともそんなことは何でもない、日常茶飯事であるといったような涼しい顔で、暴力映画を見て教育に良くないという教育ってどんな教育なんですか、そんな弱々しい教育をあなたはしているんですかというふうに答えますねと言っていました。で僕は、そうだよなとこれほど納得したことはありませんでしたね。子供の教育っていうのはそんな弱いもんであってはいけないっていうのは当たり前ですよね。暴力映画を見て揺らぐような教育っていうのはどんな教育なんだっていうのが深作さんの素朴なもう多分思いだと思いますね。戦後のちょっと大げさかもしれませんけど、戦後の教育そのものに多分全部に深作さんは思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。Violence whose source and origin and motivation aren't clarified, to me, is just kind of mayhem. The reason why I think that what separates the Fukasaku quote-unquote Yakuza film is that he's so clear about the underlying political motivations for the violence. That, to me, is what sets the Fukasaku Yakuza film apart. 立ち回りの大きさとかアクションシーンのそのスケールではなくて、誰と誰が殴り合ってて、その殴り合ってる人間をまずこう重点的に先に描くから、そのアクションも生きてくるっていうか。深作さんのアクション映画っていうのは、そのアクションの大きさよりやっぱ俳優の顔の記憶の方が強いですよね。
やっぱそれがやっぱアクション映画だと思うんですよ。なぜこの人はこの人を殴るのかとか、なぜこの人はこの人に殴られるのかとかで、そういうことを丁寧にやってるからこそアクション映画っていうのは成り立つと思うんですよね。やっぱ結局人間を描くっていうことから始まってる。だから全く今の日本の若い監督もそうですけど、アメリカで作られてるアクションっていう言い方とは全く違うわけですよね。暴力を、人が人に暴力を振るう時の感情、それって意外と知らないんじゃないですかっていう、昔はアメリカ映画もそういうのあったのかもしれませんけども、いや暴力を振るう時って感情あるんですよって、それちょっと見てみませんっていうのが一番大きいかもしれませんね。この試合が冷酷にビジネスで殺したりするのと全然違う。スイッチ一つでたくさんの人が一気に死ぬとか、そういうものと全然違う。人が人に暴力を振るう、時にはもちろん殺す、時に殺す側にも殺される側にも感情があって、それは非常に複雑な、しかし、そこに人間のやっぱ本質がつい出てしまうある感情があるんです。あるということを深作さんの映画を見て知ってください。僕も深作さんの映画で実は知ったんです。バトルロワイヤルに限らず深作賢治にとってなんですが、本人の言葉を借りるならば、暴力は寄生虫のようなものだと。つまり戦争を体験し、そこで15歳までの自分のアイデンティティができてしまったので、切り離すことがむしろできない。私は暴力を否定しきれないという発言がありますけれどもね、これは人間自体の持っている本質的な部分なんだと思います。それは愛や、平和、友情への信頼と同じように、暴力もまた矛盾するものとして人間がみんな内在している。ただそれをどこまで、許容しうるか、そして表現できるかっていう問題だと思うんですね。深作賢治の場合はその時点に立つことでより人間を掘り下げようとしたと。そして一番本人が嫌がったことなんですが、平和というものは、そして正義というものは、ややもすると臭いものに蓋をしてしまう。これが一番嫌っていたと。臭いものに蓋をせず、その臭いものの中身も見て考えるべきものが平和なんじゃないかと。ですから一概にバトルロイヤルにせよ、仁義なき戦いにせよ、暴力をテーマにしている映画だからといって全く否定してしまうのでは、そこから目を背けることになる。むしろそこをしっかり見た上で、平和というものは何か、バトルロイヤルを通して、仁義なき戦いを通して友情とは何か、しっかり考えてほしいと僕もまた思っているんです。深作賢治の映画の暴力描写のすごさっていうのは、もともとだからやはりさっき言いました、その人間が戦った時にどうなるかっていうことを、いちいち15歳の体験にね結びつけてるとは思わないんですけど、基本的にそれは人間が例えば殺し合うっていうのはそんなきれい事っていうかね、どっかで美的なんかそんなことありゃしないんだっていうのはもう徹底して、だからリアリズムですね、簡単に言えば。今日からやってタバコ吸うとんならあ何やねん、やるんだよな。じゃあ言うか、暴力俺が今までだよ。やじくさだけどやんなって何をさらこらやるかい、やったのかよ俺やったのに2つで行きたくなってきたな。始まってからのあれは、だからそこから2つともしておりますか。誰の許可もろってタバコ吸うとるんじゃ。ああ、はい。何やねんほら、何やねんほら。ちょっとおい、これだよこれだよ、おい、さってら俺のほとるらな、訴えたらかしら。おう、訴えやこっちは10年でも20年でも仕掛けちゃる。や
ひげネタ揃えとるんだ。一生懸命それ入れちゃろうか。はい。ビンダぐらいだったら一発簡単に入るけどね。こうなってんだから。ビンダ一発取ろうか。え？パシン。向こうだパシン。そんで逃げる。そしてな。うん。殺せ。そう。そこまで。だからタクボンの足からパンアップ、パシン。ほんで逃げる。ひっくり返る。逃げる。そこら辺までアップで取っとくと。ほんで今のにどっか適当な方に。はい、行こう。入ります。よーい。スタート。お前ら。あった殺せや。おいよだったら。あれや踊れやな。だからさせろ。おお大変。おい、こっちは10年でも20年も仕掛けじゃる引きネタ揃えとるんだ。一生刑務所へ放り込んじゃろうか。はい。オッケー。はい。オッケー、ベリーグッド。ベリーグッド。